皆さん、こんにちは。陽介です。昨日2月8日、日本で選挙が行われました。衆議院選挙です。衆議院というのは日本の国会の一つです。簡単に言うと、国の法律を作ったり、税金の使い方を決めたりする場所ですね。その衆議院の議員を選ぶ選挙が昨日ありました。結果は自民党が316議席。これ戦後最多なんです。つまり第二次世界大戦の後で一つの政党が取った議席の数としては歴史上最も多い。すごい数字ですよね。でもこの316議席という数字の意味を本当に理解するには、まず日本の選挙の仕組みを知る必要があります。今日は日本の選挙制度をわかりやすく説明して、その上で今回の歴史的な選挙結果を一緒に見ていきたいと思います。まず、基本的なところから話しますね。日本の国会には衆議院と参議院の2つがあります。衆議院はより力が強い方の議会です。例えば予算を決めるとき、衆議院の決定が優先されます。だから衆議院選挙というのは日本の政治にとってとても大きなイベントなんです。衆議院の議員の数は全部で465人です。この465人を国民の投票で選びます。任期は4年です。任期というのはその仕事ができる期間のことです。ただし4年を待たずに途中で解散されることがあります。解散というのは首相がもう一度国民の皆さんに選んでもらいましょうと言って選挙をやり直すことです。今回の選挙も高市首相が衆議院を解散して行われました。さて、ここからが面白いところです。この465人はどうやって選ばれるのか。実は日本の衆議院選挙では投票用紙が2枚あるんです。1回の選挙で2枚投票します。なぜかというと、日本は小選挙区比例代表並立制という制度を使っているからです。はい、長い名前ですよね。漢字で書くと12文字もあります。でも中身はそんなに難しくないです。つまり小選挙区の選挙と比例代表の選挙を同じ日に同時にやるということです。一つずつ説明していきますね。まず1枚目の投票用紙から。これは小選挙区の投票用紙です。小選挙区というのは日本全国を289のエリアに分けて各エリアから1人だけ選ぶ仕組みです。1人だけです。つまりそのエリアで一番票を集めた人が当選します。2位以下は全員落選です。投票用紙には候補者の名前を書きます。政党名ではなくて人の名前です。例えば、高市早苗とか具体的な候補者の名前を書くんですね。そういえば、昨日私も投票に行ってきました。投票場所は子供が通っている小学校の体育館でした。日本では学校の体育館が投票所になることが多いんです。車で行ったんですが、駐車場に着いたら結構人がいましたね。体育館に入ると、まず受付で本人確認をして、1枚目の投票用紙をもらいます。記入台という
仕切りのある机に行って候補者の名前を書きます。書いたら投票箱に入れる。とてもシンプルです。話がそれましたが、小選挙区の特徴に戻りましょう。小選挙区の一番大きな特徴は、1位だけが当選するということです。これは大きな政党に有利な仕組みと言われています。なぜかというと、例えばある選挙区で候補者が5人いたとします。A さんが4万票、B さんが3万5千票、残り3人が合計2万5千票だとします。この場合、A さんだけが当選します。B さんに投票した3万5千人と残りの2万5千人の票は結果に反映されません。これを指標と言います。指標が多くなりやすいのが小選挙区の特徴です。465人のうち289人がこの小選挙区で選ばれます。では、残りの176人はどうやって選ばれるのか。ここで2枚目の投票用紙が登場します。2枚目の投票用紙は比例代表の選挙です。ここが小選挙区とは全然違うところです。比例代表では候補者の名前ではなく政党の名前を書きます。自民党とか国民民主党とか政党名を書くんです。比例代表では日本全国を11のブロックに分けます。例えば北海道ブロック、東北ブロック、北関東ブロック、南関東ブロック、東京ブロックというように、私が住んでいる愛知県は東海ブロックに入ります。各ブロックに人口に応じて議席の数が割り振られています。そして各政党の得票数に応じて議席が配分されるんです。簡単に言うと、たくさん票をもらった政党はたくさん議席がもらえる。少ない票でもある程度の票があれば1議席、2議席ともらえる。つまり比例代表は政党の得票数に応じて議席が分かれるので、小さい政党でも議席を取りやすいんです。小選挙区で指標になってしまう少数派の意見も比例代表なら反映されやすい。だからこの2つの制度を組み合わせることでバランスをとっているんですね。あと、比例代表で面白いのが当選する人の順番です。各政党は事前に名簿を作ります。うちの党はこの人が1番、この人が2番というように順位を決めておくんです。これを高速名簿式と言います。高速というのは縛るという意味です。つまり当選の順番が事前に決められているということですね。さらに日本の衆議院選挙には比例復活という独特の仕組みがあります。どういう仕組みかというと、候補者は小選挙区と比例代表の両方に同時に立候補できるんです。これを重複立候補と言います。重複というのは重なるという意味です。小選挙区で落選しても比例代表の方で当選できる可能性がある。つまりチャンスが2回あるんです。この制度、賛否両論あるんですよ。賛否両論というのは賛成の意見と反対の意見の両方があるという意味です。選挙区の有権者が落とした候補者が復活するのはおかしいという意見もあれば、惜しい戦いをした人が救済されるのは公平だという意見もあります。
今回の選挙でも小選挙区で負けたけど比例復活で当選した人が何人かいました。比例代表の特徴の一つは、小選挙区に候補者を出さなくても比例代表だけで議席を取れることです。今回の選挙で注目されたのがチーム未来という新しい政党です。チーム未来は庵野貴弘さんという方が党首です。この党は比例代表だけで11議席を獲得しました。初めての衆議院選挙で11議席というのはすごいことです。小選挙区に候補者を出していなくても、比例で政党名を書いてもらえば議席が取れる。これが比例代表制の特徴であり、小さな政党にとっての大きなチャンスなんです。同じように参政党も比例代表で15議席を取りました。こういう新しい政党が議席を取れるのは比例代表制があるからこそですね。さて、ここからは今回の衆議院選挙の結果を見ていきましょう。全465議席が確定しました。各政党の議席数はこうなりました。自民党が316議席、維新の会が36議席。この2つが連立与党、つまり一緒に政権を運営している政党です。合わせると352議席です。野党側を見ると、中道改革連合が49議席。中道改革連合というのは、立憲民主党と公明党が合体して作った新しい政党です。選挙をする前は167議席あったので、3分の1以下に減ってしまいました。これは惨敗と言っていいでしょう。惨敗というのはひどく負けることです。国民民主党は28議席、参政党は15議席、チーム未来が11議席。自民党の316議席というのは465議席のうちの約68%です。これは衆議院の3分の2にあたる310議席を超えています。一つの政党が衆議院で3分の2の議席を取るのは戦後初めてのことです。3分の2というのはとても重要な数字なんです。なぜかというと、憲法を変えようと提案するには、衆議院と参議院の両方で3分の2以上の賛成が必要だからです。また、参議院がこの法律はダメですと反対しても、衆議院で3分の2が賛成すれば、その法律を通すことができます。つまり、自民党は単独でこのラインを超えた。これは非常に大きな意味を持っています。今回の自民党の圧勝にはいくつかの理由があると思います。まず、高市首相の人気です。以前、このチャンネルでもなぜ人気高市政権というテーマで話しましたが、高市さんの支持率はとても高いです。特に若い世代からの支持が強い。SNS や YouTube で国会での答弁の切り抜き動画が何百万回も再生されています。自分の言葉で話すというスタイルが若い人に受けているんですね。今回の選挙戦では天候の影響がありました。大雪が降った地域もあります。投票率は55%くらいだったそうです。一般的に天候が悪くて投票率が下がると、組織票を持っている政党が有利になると言われています。組織票というのは特定の団体が組織的にまとまって投票する
票のことです。例えば、創価学会や連合という労働組合の団体が中道改革連合の支持母体でした。だから投票率が下がれば中道に有利かもしれないという見方もあったんです。でも実際には高市人気がそれを上回りました。実は私が住んでいる愛知県は連合が強い地域なんです。連合というのは旧立憲民主党の支持母体で労働組合の集まりです。愛知県には大きな製造業の会社がたくさんあるので、その労働組合の力が強い。だから、これまでは立憲民主党系の候補者が強かった選挙区がいくつもありました。でも、今回はどうなったか。今まで立憲民主党が勝っていた選挙区でも、ほぼ自民党が取りました。連合が強い場所でも自民党が勝つ選挙区が続出した。これは本当に驚きました。もう一つ私が感じたことがあります。それはメディアの影響力の変化です。これまで日本の政治の世論を動かしていたのはテレビや新聞、いわゆるオールドメディアでした。でも今回の選挙を見ていると完全に SNS や YouTube の時代になったなと感じました。テレビのニュースよりも YouTube の切り抜き動画の方が有権者、特に若い有権者に届いている。SNS や YouTube が選挙結果を大きく左右する時代になったんだなと改めて実感しました。日本語に勝って兜の尾を締めよということわざがあります。兜というのは武士がかぶる頭を守るもののことです。尾というのは兜の紐のことです。勝っても油断してはいけないという意味です。これだけ議席を国民から預かったのですから、しっかりと良い政治をしてほしいですね。今日は日本の衆議院選挙の仕組みと昨日の歴史的な選挙結果について話しました。ポイントをまとめると、日本の衆議院選挙では投票用紙が2枚あります。1枚目は小選挙区。候補者の名前を書いて289の選挙区から各1人を選びます。2枚目は比例代表。政党名を書いて11のブロックで合計176人を選びます。小選挙区で負けても比例で復活できる比例復活という仕組みもあります。そして今回の選挙では自民党が316議席、戦後最多、単独で3分の2超という歴史的な結果になりました。中道改革連合は167議席から49議席への惨敗。チーム未来や参政党といった新しい政党の躍進。そして SNS や YouTube が選挙結果を左右する時代になったこと。いろいろなことが起きた選挙でしたね。さて、ここから日本の未来がどうなっていくか、国民としてもとても気になります。今日の動画はここまでです。この動画が役に立ったらいいねボタンを押してください。チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases, come what may. From hiragana to kanji, you'll see. Learning's fun with Yosuke, come with